どうもこんにちは、ランパパでございます。本日はですね、非常にコスパに優れたイヤホンのご紹介でございます。紹介するのはですね、こちらサウンドピーツの Go Free 2でございます。こちらのイヤホンの特徴を2つお話しすると、まず何といってもコスパです。こちらパッケージを見ていただければわかると思うんですけれども、耳を塞がないタイプのオープンイヤー型のイヤホンになっています。耳にかけて音楽を楽しむタイプのイヤホンですね。で、マルチポイント接続にも対応していて、通話時のノイズリダクションにも対応しています。で、本体の重量はわずか 9g でありながら、連続再生時間は9時間、そしてケースのバッテリーを含めると35時間の再生に対応しています。そして何といってもですね、こちらハイレゾに対応しています。で、このようにモリモリの機能、そして性能でありながら、価格はですね7880円と非常にお求めやすい価格になっています。で、7880円というだけでもかなりですねコスパの方高いんですけれども、さらにですね Amazon のクーポンコード 5% オフのねコードがですね発行されています。なので今ですね Amazon でもものすごく人気で、1ヶ月のね販売個数が4000個を超えているというね、もうバカ売れの商品です。概要欄の方からぜひね Amazon へのリンク貼っていますので、コスパの良さをですね感じてみてください。このように非常にコスパがね優れているので、オーディオビジュアル系の評論家などが選ぶビジュアルグランプリ、略して VGP2024 で金賞を受賞しております。そして2つ目の特徴は、先ほど申し上げたこのハイレゾに対応、そして LDAC に対応しているということです。で、ハイレゾってなんだよっていうことなんですけれども、ハイレゾというのはですね、ハイレゾリューションの略なんですけれども、CD を基準として CD に入っている音楽ファイル、これよりもよりきめ細やかで、詳細な音楽の情報が入っている音楽のファイル、これをですねハイレゾというふうに言っています。で、ハイレゾの音楽ファイルを聞くと何がいいのかっていうと、より詳細な情報が収まっているので、収録時の生の音に近い音、あとは空気感であるとか臨場感であるとか、そういった情報も含まれているので、その場で聴いているような音楽が楽しめると、そういったものになっています。で、LDAC の方なんですけれども、ハイレゾの音楽のファイルはかなりですね CD の音楽ファイルと比べて大きなファイルになります。そのようなファイルの情報をこのようなイヤホンが対応している Bluetooth の規格の中で送るのは大変難しいものなんです。それを可能にしているのが LDAC というオーディオコーディックになります。コーディックっていうのはハイレゾの音楽ファイル、これを、ある決まった規則に従って順番を並べ替えたり、ある一定の、情報を小さな符号で置き換えたりしてギュッと小さな情報にする、これがコーディックなんですけれども、この規格の一つが LDAC ということです。で、ギュッと小さくした音楽の情報を Bluetooth の規格の中で送るんです。そして送った情報を複合して音楽として再生することができる。これがですねこの Go Free 2ということになります。で、ここで一つ注意点があります。この Go Free 2は、LDAC に対応してハイレゾの音楽を再生することができるんですけれども、実際にスマホなどの音楽を再生する側の機器、これもですね LDAC に対応している必要があります。で、スマホというとだいたい iPhone か Android の2つになると思うんですけれども、残念ながらですねこの iPhone はですね、LDAC に対応していません。再生する方法も一応あるといえばあるんですけれども、別途 DAC というですね Bluetooth に対応した DAC をですね別に買ってライトニングなどでつなげて再生するというような非常にですね面倒なことをしないといけないので、
でこの DAC って正直この GoFree2 よりも高価なものなので、実質この iPhone で聞くときは CD の音質で聞くということになると思います。で一方で Android のスマホなんですけれども、こちらの方はですね、おめでとうございます。こちらはですね、有名どころのスマホはほぼほぼ対応しています。Pixel であるとか、Xperia であるとか、Galaxy とかですね、Oppo とか、あと Aquos とか、この辺りのでスマホは対応していますので、ご自身が持っている Android のスマホの名前とスペース LDAC とかね言って検索をするとですね、対応しているかどうかっていうのがね分かると思いますので、ぜひ試してみてください。じゃあですね、特徴の話が、長くなったんですけれども、こちらの、GoFree2 ですね、今回ねサウンドピーツさんからご提供いただきましたので、中身開けてですねレビューの方進めていきたいと思います。はい、じゃあですね開封をしていくんですけど、もうですねこの箱の時点からですね全然安っぽさがないですよね。もう2万3万ぐらいのイヤホンと箱、すごく分厚い箱ですごく、高級感があります。すごくいいですね。これ好印象。じゃあですね開けて同梱品の方確認していきたいと思います。同梱品は一般的なものが入っていますね。説明書も日本語に対応していますし、 USB のねケーブルが少し短いですけれども、最近はねUSB で充電するためのケーブル自前で持っていたりする方も多いので、必要な方は使ってくださいぐらいの短なものがついているっていう感じですね。ここもコストをカットするという意味ではね、いい選択かなというふうに思いますね。はい、ではこちらが本体になります。かなり小さめで、手に馴染む感じの、ケースでですね、少し滑り止めの加工がしてあるので、寒い人が手袋の上から、持っても落ちにくいような、加工がされています。で、中身開けるとこんな感じ。はい。で、このくらいの大きさですね。結構この耳の上の方にかかる部分は細くなっているので、耳があまり痛くならないような、仕掛けがなってますね。それで 9g しかないのでかなり小さいですよね。でちょっとかけてみます。よいしょ。耳につけた感じがこんな感じですけど、いいですね。全然フィット感いいです。ブラシでも全然動かないですし、ランニングしてても落ちる心配っていうのはないでしょうね、このレベルだと。後で実際にランニングをして、試してみますけど、多分大丈夫だと思います。じゃあですね、仕様の方も見ていきたいと思います。はい、じゃあ仕様の方を見ていきたいと思います。まずは、形式に関してはこのオープンイヤーのタイプでですね、耳を塞がず、周りの環境音とかね、そういったものが聞こえるイヤホンということになります。そして耳かけのタイプということでですね、耳にかけて音楽を楽しむことができます。そして本体の操作はタッチ式になっていますね。本体をタップすることで操作をすることができるというものになっています。そしてこのね、音楽を再生するためのスピーカーみたいなね仕組みですけれども、ここはね 16.2mm のダイナミックドライバーが入っています。また音に関してはラムダ型音響空間 2.0 と低音補強アルゴリズムによって迫力のある低音を奏でることができます。で再生する周波数の帯域は 20Hz から 40kHz。CD に入っている音楽のファイルの音って 20Hz から 20kHz なんですよ。これ人間が認識できる音を基準にして定められているんですけれども、このねGoFree2に関してはそれを超えて 40kHz まで
再生することができる。これがですねハイレゾであるということのね証ですよね。そして再生時間ですね。これは、本体のみで最大9時間の連続再生が可能です。そしてケースも組み合わせると35時間の再生ができるということですね。そして重量、これが 9g、 片耳で 9g です。そしてケースも込みで 71g になります。かなり軽いですね。で充電時間、こちらはこのイヤホンを充電するのに 1.5 時間と非常に短い時間で充電することができますね。そしてこちらのケースの充電に2時間と、こちらもかなり短い時間で充電することができます。で充電コネクターは、こちらにあるこちら USB の Type-C になっていますね。で防水性能は IPX5 に対応していまして、これはね雨とか風で、にさらされても、水が侵入したり埃が侵入したりっていうのがしないっていうレベルで、さらに ENC の通話ノイズリダクション、こちらに対応していますので、この後ランニングをしますので、その時にねノイズリダクションの効果もね確認をしてみたいと思います。で Bluetooth のバージョンは 5.3 ですね。なので遅延などもね少ないと思います。で対応コーディックは AAC、SBC、LDAC この3つになっています。で Android で LDAC に対応しているスマホで、そしてハイレゾに対応している音楽、これをですね、聞くとこのハイレゾの音楽がね楽しむことができます。で iPhone に関しては残念ながら LDAC 対応していないので、ここで言うと AAC、 これのコーディックの音がですね聞くことができます。で Bluetooth のプロファイルはご覧の5つに対応しています。はい、ではアプリの方を見ていきたいと思います。今ですねサウンドピーツというアプリを立ち上げてペアリングまでね完了した状態です。これがねメインの画面になります。充電のね状態が表示されたりしていますけれども、機能のほとんどはこちらの左下のこのメニューに集約されています。ボリュームだったりイコライザーだったりね、あるんですけれども、ちょっとね一個一個見ていきたいと思います。イコライザーの方はねイコライザーとアクティブイコライザーという風なのがあって、こちらの事前設定というものでプリセットのね、イコライズが何種類かありますね。9種類ですね。結構ね多めですよね。普通に3種類ぐらいしかないところがないメーカーもあるんですけれども、これは9種類とかなり豊富に揃ってますね。そして自分でねカスタマイズすることもできます。全部で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 種類の、周波数域カラーを変更することができますね。結構リアルタイムに変えられそうなので結構いいですね、これも。でこのアクティブイコライザーというのが結構面白くて私は気に入っています。でこれ何かというと、このね8つの周波数域を順番にボリュームの小さい方から高い方に聞かせてくれるんですよ。そして自分が音が聞こえたところでクリックをする。それをこの周波数ごとにやっていって、自分の聞こえた周波数をこういうふうに波形にしてくれます。これに基づいてその人に合ったイコライズをしてくれるというものです。そしてゲームモードですね。音の遅延を少なくするというモードですね。はい、タッチキーのすべてを無効にするですね。これはタッチ操作を無効にするというものです。このタッチの、カスタマイズ、これはね残念ながらできないようなんですよね。これもねできるとさらにいいんですけれども、これはね今後アップデートで対応していただけると嬉しいなと思います。そしてマルチポイント、これは例えばスマホとか PC、 これと同時に接続して同時にね音が聞けるというものですね。ち
ちなみにマルチペアリングとは別の機能です。マルチペアリングは同時接続じゃなくて、両方にね接続したことのある複数の機器に簡単に切り替えられるような機能なんですけれども、これはこのマルチポイントは同時に接続するということができるというね機能になっています。はい、アプリはね以上になります。ではね、今度はね実際に装着してランニングをしてきましたので、そちらもご覧ください。おはようございます。今ね湘南の海に来ているんですけれども、ここに来るまでもねこの Go フリーズ聞きながらやってきました。音に関してねお話しすると、価格からはねちょっと信じられないほどね音はいいです。高音域から低音域までねしっかりと聞かせてくれます。バランスはねどっちかというとね高音域の方が、強いかなという感覚はありますね。逆に言うとちょっと低音域は抑えめと、そういった印象を受けます。デフォルトの設定だとちょっと低音が少し遠くで聞こえてるなという感覚があったんですけれども、アクティブイコライザーの設定をするとバランスがさらに良くなりました。なのでぜひねアクティブイコライザーを使用することをお勧めします。で、私がね普段使っているオーラダンスの OWS2 なんかと比べると OWS2 はねかなりですね重厚感のある音をするので、外でもねしっかりと聞こえるんですけれども、このイヤホンに関してはそこまでの重厚感はさすがに感じられないという感じがしていて、なので外で聞くと自然のね環境音に若干邪魔される感じはあるかなという、感覚があります。ただそれが悪いかというとそういうことはなくて、環境音と融合して心地よく聞こえる、そういう感覚があります。なので環境音を聞きながら音楽を楽しむというようなね、使い方、そういうのにはねすごくね適しているかなと、そういうふうに感じました。じゃあね続いてねこのGoフリースねノイズリダクションをね使った通話にも対応しているので、ボイスをね録音してどういう風に聞こえるかっていうこともやっていきたいと思います。はい、今ね海辺の近くまでやってきて録音をしています。こちらのね今こちらのGoフリー2でGoフリー2のマイクで、録音した音を聞いていただいていますけれども、どのように聞こえてますかね。私の声明確に聞こえてますかね。今ね私には波の音ですとかね、鳥の声なんかもね聞こえてきてますけど、そのあたりはどのように聞こえますかね。多少はノイズが薄れているんじゃないかなと思いますが、GoPro で録音した音もね聞いていただいてますけど、そちらの方はね全体の音をね録音するので、私の声の以外にも波の音ね、風、あと鳥の声なんかもね聞こえているかと思います。どういう風に聞こえてますかね。聞いていただいてお分かりの通り、波の音はきれいに消えていますけれども、少々風切り音に弱い印象ですね。風の強い日に外で通話をするには少々難があるかなと思いました。で、初めに言い忘れていたんですけれども、このGoフリースかなりね 9g と軽いので、走ってる時ね取れたり揺れたりしないかなと思ったんですけどね、安心してください。全く揺れないです。走ってる時にもね取れそうで不安だとかね、そういう感じはねしませんでしたので、大丈夫です。はい、ということでね、小田急線の片瀬江ノ島駅までやってきましたので、ここからね電車に乗った時の音漏りの確認をやっていきたいと思います。当日は休日の午前6時ごろ、地上を走る小田急線の電車の車内で確認をしました。比較的まっすぐな線路で、
車両のきしむ音も少ない路線です。1車両あたり5名程度の乗客がいる環境です。そのような環境で耳元から50センチほど離れたイヤホンからの音漏れを確認しました。その結果、ボリュームを半分ほどまで上げると音漏れすることを確認しました。またボリュームをマックスの5分の2ほどの音量まで下げると音漏れしないということを確認しました。ちなみに5分の2ほどの音量で聴いても音楽は十分に楽しむことができました。はい、おはようございます。今日はね、こちらのチョコザップの方にやってきました。これからね、トレッドミルを走りますので、そこでのね、使用感も確認していきたいと思います。イヤホンの付け心地はロードで走っている時と特に変わりはなかったです。揺れも気になるということはありませんでした。また音に関してはトレッドミルの動作音に関しては気にならなかったんですけれども、着地音でバタバタと音がするのでジム内に響くような環境だとボリュームを上げないと聞こえづらくなるというような状況がありました。ただこれに関してはジムの環境によります。いずれにしてもボリュームを上げれば解決することなので、特に使用していて問題になるようなことはありませんでした。ということでね、走ってきました。つけてね2時間ほど走りましたけれども、特にねつけててね落ちるような心配をすることは一度もなかったですね。でね、音の方もねすごくね良かったですね。アクティブイコライザーね、こちらを私有効にして、走ったんですけれども、自分にね合った音がね聞けてすごくね、心地よく音楽が楽しめました。またポッドキャストで人の声をね聞いたりもしてたんですけれども、それもねすごく明瞭に聞こえて聞きやすかったです。音聞く前はねスペックや数値のね値はねいいんだけど、実際の音はどうなんだろうっていうふうにね思ってたんですけれども、全然心配ご無用でしたね。すごく良かったですね。これが価格7880円ということでね、いい意味でコスパがおかしい、そんな1台だと思いました。気になった方はぜひね概要欄に Amazon へのリンク貼っております。クーポンもね発行されておりますので、そちらも活用してお安く購入してみてください。では今回の動画は以上になります。この動画がいいと思った方はグッドボタン、またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また日々のランニングの動画をストラバにアップしております。概要欄にリンクを貼っていますので、そちらもぜひフォローの方よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。